さあ始まりました古民家 DIY の時間です。前回の動画で天井の掃除をやってきましたので、今回は天井の柱と梁にベンガラを塗っていきます。それではやっていきます。今回この黒ベンガラを塗っていくんですけど、なんで黒ベンガラを塗ろうかと思ったかというと、岡山県に高梁市というところがあるんですけど、そこがねベンガラで有名なんですよ。でそこで木屋町っていうところがあるんですけど、そこに遊びに行った時になんかすごい DIY おじさんがいて、古民家をすごい改造してるんですけど、ひょんなことで声をかけると意気投合してものすごいいろんなことを教えてくれたんですよ。その人がこう古民家の柱とかにこの黒ベンガラを塗ってたんですね。でかなりいい色だったんで、その町にね売ってたんでこのベンガラを買ってきたんですけど、これ 500g 入って1000円ぐらいだったんですね。でこれどうやって塗るのかということを尋ねると、そのおじさんはその廃油とベンガラを混ぜて塗ってると。で廃油だったら何でもいい。なのでこのね、この飲食店の知り合いから廃油をたんまりともらってきました。で、おじさん曰く梅雨時期にはなんかカビが生えるらしいんですね。1年目だけカビが生えて、あとは全然生えなくなると。だからその時だけの辛抱だみたいなことをね言われたんですけど、そんなんも踏まえてね、ちょっと面白いなと思って一回やってみようと思います。ちょっとね、俳優結構ねやっぱりねものすごいエビフライの匂いするんですよね。なんでこう匂い消しで竹炭ねをもらってきたんで、これをちょっとね入れてみたいと思います。適当にこれがベンガラですね。こんなもんかな。一発目にちょっと置いとったらいい。すごい塗りにくいですね、これ。アリが食ってるんですよね、この表面を。
めっちゃ天気ええな。明日から3日間は畑作業ができそうああ、そう。この針が一番太い針になります。じゃあ今から塗っていきます。この針が大黒柱にくっついてる針なんですけど、このベンガラの色がね、今はねちょっと塗りたてでテカってるんですけど、これが乾くとかなりねシックなブラックになって、僕はめちゃくちゃ好きですねこれ。いよいよ最後ですね。大黒柱の上に乗っかっている針のお腹の部分ですね。この下の部分を塗ったら終わりになります。最後のメインディッシュです。最後までご視聴ありがとうございます。ベンガラの色が良すぎて、もうめちゃめちゃ今嬉しいですね。僕の思い描いたちょっと古風な黒っていうんですかね、そういうものがパチッと出せることができたんで、とっても嬉しいのと、なんといってもこのコスパが良すぎるんですね。使ったのはこの廃油と黒ベンガラですね。これがね確かね1000円か1300円ぐらいだったんですよ。これだけの量を塗ってなんと1300円ぐらいしか使ってないんですよね。まだね全然余ってるんですよね。これね僕のこの DIY 史上ナンバーワンぐらいのコスパなんですね。感覚的にこれぐらい塗るとなんか数万円ぐらいいくなっていうイメージなんですけど、コスパ的にもその色的にもめちゃくちゃ良かったです。といってもねデメリットもあるんです。この匂いがね、俳優の匂い、とんかつとかねエビフライとかそんな揚げてたやつなんで、すごいねその揚げ物臭ですかね、そういうのがするんですけど、DIY おじさん曰く一回カビが生えてそれがなくなると同時にこの匂いも消えていくということらしいんですね。その辺もねこの梅雨時期にどれぐらいねカビが生えてどれぐらいこの匂いとかがなくなっていくのかっていうのをね検証したいなと思いますので、この動画でまたそのね様子もお伝えできればなと思いますので、それも楽しみにしていてください。ということで天井が終わりましたので、次はね地面ですね。おそらく湿気対策、土壌対策っていうんですかね、そういったことをして画組の方に入っていくと思いますので、次回もぜひぜひ見てみてください。それでは。